く道へ、姫が最後に選ぶのは誰？皆さん、グッモーニング。リノン姫の心をつかむために、私たち騎士はさまざまなミッションに挑戦します。そして最後に姫が選んだ一人だけがこちらのレッドカーペット、花咲く道を一緒に歩くことができます。歩きてえな、さすがに歩きてデパートで姫の大好きなものを全てゲッリー。私が今食べたいのはカレー。次のステージへ進んでいただく4人を鼓騎士です。帝国騎士です。続いてのミッションはこちら。リノン姫の心を動かせ30秒シチュエーション劇場。シチュエーション、このミッションでは騎士がリノン姫の心を動かす30秒の速攻演技に挑戦します。すごいしんどい。これうちらこっち見てるのでよかったかも。はい、ということで一人ずつお題を引いて与えられたシチュエーションを演じます。まあここの中に入ってますね。なるほど。はい。そしてリノン姫の心を最も動かした騎士にはリノンポイント差し上げます。これはやるからにはもらいたい。果たしてリノン姫の心を最も動かす騎士は誰なのか。それでは最初の騎士に挑戦していただきましょうということで、じゃあ順番どうやって決めますかね。もうじゃんけんでさ、男気じゃんけんにしよう。マジじゃんけん。勝ちや。勝った方からいこうぜ。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。よっしゃー。じゃんけんぽい。よっしゃー。1番いいねいいね。男気じゃんけん、じゃんけんぽん。あー、ということで鼓、恵子、あやね、桃永、すごい起承転結って感じ。これお題によりそう。シチュエーション参考にできないからね。こちらじゃん。ライブ本番直前、緊張している姫に自信を持たせてステージへ送り出してください。むずっ。うわー、ごめんけど姫は緊張しません。それなのでそれがむずいな。結構緊張しないので、どうしようっていうまあ感じなんですけそど、のステージ前のリノンにっていう感じでいいんじゃない？普通になんか緊張している姫というか、もうかけたい言葉をそうね。ステージ前の姫にかけたい言葉むずこれ。ということで、それでは鼓騎士と姫も一緒に位置についてください。はい。はい、それでは鼓騎士、意気込みをどうぞ。まあいつもは私らしく頑張りたいと思います。それが大事。それが大事ですからね。自然が大事です。そうですそうです。では準備はよろしいですか？はい。 30秒シチュエーション劇場スタート。姫、マジ頑張れ、大丈夫大丈夫。姫が世界で一番可愛いから、もう本当にステージに立たない。姫が好きな人しかいないから、もう本当にね、みんな姫のこと可愛いんだもう思いながら見てるから、本当に大丈夫です。本当にね、もしね万が一間違えたらやばいやばいとかになったら、もう私が一番後ろの席でこうやってバーッと踊ってるんで、そちら見ていただけたらと思いますので、もう本当に一番後ろでも姫可愛いっていうボードをこうやって持ってこうやってすごいやらせていただくので、もう本当に姫は姫らしくステージ頑張っていただけたらと思います。本当に姫が一番可愛いから本当に安心してください。ありがとうございます。時間です。いや、いいじゃないですか。これ何が分からんな。姫はいかがでしたか？いやでもね、私案外しんみりされるよりはいつもの同じようなねテンション感でいった方が逆に緊張しないと言いますか、はい、私は本当にやっぱ普通に接してもらえるのが一番緊張ほどけますから、ノーマルな感じでいけて、はい、すごく良かったんじゃないかと思います。他の花婿候補の騎士たちはどうですか？いやもういい滑り出しだなってちょっとなんかはいやっぱり途切れなかったですよね。そうです。それがすごく素晴らしかったなと。確かそれいいね。こう熱意というか、すごくそこが途切れず、こうわーっとずっと伝え続けたっていうところが、いや負けられないなと思わされましたね。ありがとうございます。むずいです。ということで次が恵子かな？はい。恵子騎士。ここで爆弾いきますよ。ロケット発射。お願いします。では、いけるよ。ババン。なんだありがとうございます。それでは読み上げていただけると。じゃじゃん。姫が落ち込んでいます。姫を笑顔にしてください。似てるな。これやばい。似てるぞ。似てるよ。ちょっとどう作り込みな。だいぶ作り込んでいきな。これはだいぶそれでは恵子騎士いいですか、準備は。位置についていただいて
はい、ということで恵子騎士意気込みをどうぞ。まあ誠心誠意頑張らせていただきます。それ大事で、それであなたここまで来てるからね。はい。はい、ということで30秒シチュエーション劇場スタート。リノニャンおっちこんばんないで。お願い大丈夫大丈夫君は大丈夫。だって可愛いもん可愛いもん可愛いもん。リノニャンは可愛いもん可愛いもん。絶対大丈夫大丈夫大丈夫。リノナン大丈夫大丈夫大丈夫。リノナン大丈夫。はい。これは本当にそれだけで乗り切ったんだけど。はい、もうなんかもうマイクのねモフモフ飛んできましたけど、とんでもないな。これロールモデルにしてはこれはすごいプロ意識だね。すごいです。ということで姫様いかがでしたですかね。いやもうなんか目の前がなんか車の洗車機みたいに乗っちゃうかと思いましたけど。ちょっとそうすみません。もうちょっと動き減らした方がよかったです。でもやっぱりね、やっぱ私がそのもう見てて、まあ、ポイントはないけどその期待というか可能性を感じてここに入れたと思うんですけど、まあそのマイクが取れてもそのね、臨機対応に対応力とか、まあ素晴らしいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ逆に本当に変な意味で元気になりました。ありがとうございます。いいで。やっぱ落ち込んでる時はね。本質は多分なんか本当のものは解決されてないんだけど、ちょっと元気になってくれる、笑顔になってねって紛れるというかね。ありがとうございます。よかったよかった。他のあやね騎士とかどうでしたか。だから本当に胸を打たれたというかマイクが落ちてももう本当に音拾えてるかわからない。しかもバタバタしてるから足の音拾っちゃってるかもという時でさえももう飛び回る飛び回る叫び続ける叫び続ける。打たれました。打たれてんじゃん。なんでそっちが打たれてるの。ありがとう。騎士同士で打たれないでいただいて、はいでは恵子騎士お疲れ様です。ありがとうございました。はい、それでは次があやねかな。はい、あやね騎士参りましょう。彼女すごいよ本当に。お題をギャルポーお題を引いていただいて。カレーだからな彼女。彼女はカレーは君に決めた。ズ。なんだ。なんだ。ででん。あなたは姫との待ち合わせに大遅刻。姫に許しをもらってください。これ確かにそれはやりやすいな。これきついけど。じゃあ一旦位置についていただいて、あやねちゃん。どういう感じで来るんだこれ。騎士たるもの遅刻しちゃいけないからね本当は。はい、それではあやね騎士意気込みをどうぞ。全力でやらせてもらいます。まあ大事ね。大事です。一番大事。これ遅刻してんだからね。ハードル高いねこれ。怒ってる。頑張ってください。遅刻許さないから。怒ってる。もう怒ってますということで、あやね騎士準備よろしいですか。はい。30秒シチュエーション劇場スタート。もうこれすごい臨場感が。なんで遅刻したのかね。すいません。私ちょっと楽しみすぎて遅刻した理由も素敵だ。ちょっと意識飛んでて一瞬ちょっと意味わかんねえからもう。切り替え早い。の人だから。切り替え早くてか。びっくりした。なんかね、今の関係性先生と弟子みたいな。やっぱ普段が出ちゃったかな。そうだよ。なんか先生だもん。先生そうなんか普段の関係性がね。まあいやなんか姫大先生いかがでしたか。それまた特別でいいですよ。びっくりしました。やっぱりこれを街の中とかでされたら許さないとダメ。立ってってなるじゃん。恥ずかしいからってそれぐらい。いやでもやっぱり誠心誠意土下座という形で見させていただく方がいいかなっていうふうに。そこまでされたらそれ許さず場面。びっくりしてびっくりして。いいよいいよってなっちゃう。他のライバルのまず鶴見騎士とかどうでしたか。いや初手。熱量がね。初手土下座。いきなり靴脱いでね。マジで。靴脱ぐとこもねポイントか。練り込みというか。さすがに気持ち伝わってくる。すごいなんか騎士同士で認め合っていい。安心しちゃうね。稽古も日曜が大事やなとか言って。野球観戦の人だった。こんな感じで素晴らしかった。はい、それではあやね騎士はお戻りください。素晴らしいです。よかった。かっこよかった。では大鳥の怖いよ。何が残ってるか。いやこれあとどういうのが友残ってるのか。達は得意分野とかだったらいいけど。もう一枚しかないの。残りもんにゃくなんじゃない？こちら。
姫と二人きりになりました。姫をキュンとさせてください。本当にどうしよう。これうわむずいよこれ。ちょっと待って、これマジでなんか愛嬌とかやっぱキュンが苦手っていう。私も苦手なんだよね。どっちそうだよね。だから30秒だよ。長いな。楽しみ。二人きりにどこでなったとかも考えないと。それでは存在自体がねこのメロいと話題の飛んでるよ。もうすでにメロいですけど、まあ服装もあやかってね激メロなんで頑張ってください。いや実は私やっぱ言われがちなんですけど、実際のところ不器用じゃないですか。いやそうね。結構ね怖いんですけど、まあやっぱ姫と信頼関係がありますから普段からの。はい、まあ頑張っていただいて頑張ります。姫おじきみ頑張っていただいて、それでは30秒シチュエーション劇場スタート。やっぱりまずは本当にいつもありがとう。ありがとうございます。なんかやっぱりあの時2人で手を取って歩いたじゃない、ファイナル。はい、あそこから今日という日までこんなに好きになると思わなかった。こんなに可愛いところがたくさんあって、もう抑えきれない。本当に伝えさせてください。いつもはちょっとねふざけちゃうけど終わり。ずっと姫でいてくれ。ありがとうございます。おっと。ちょっとガチで今告白のモードを。はい、なんか本当にすいません切ってしまって。でもいいオチになったかもしれません。大終わりということで姫いかがでしたか。でもねやっぱねうまいから見れないの分かる。なんかこうなるわけ。見たらさ吸い込まれちゃうから。ほんとそれでもそうだよ。それがもうキュンとしてたのかもしれない。見れないから。いやそういうところが可愛いんですよね。ちょっとごめんなさい。はい。おもうほら。素晴らしい。ナチュラルキュンキュン。あとねエクボが良かった。いいな。こう見る時にエクボがねあっておエクボって思った。どうしよう作んないといけないです。ないだろうな。過去一このお題に沿って正統派というか、そう、はいちゃんとね真面目にやってました。クオリティが高かった。真面目にやらせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ岸も姫も席にお戻りいただき、いやみんな良かったんじゃない。さあすべてのシチュエーション劇場が終わりました。お疲れ様です。はい、果たして誰が一番姫の心を動かしたのでしょうか。姫発表お願いします。はいまあすごく悩みましたが私が選んだのはありがとうございます。これはねいや強かった。ありがとうございます。それではモアナ騎士ポイントをゲットしに行っていただいて、はい2個目ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。2個一人やで。イエーイ。素晴らしかった。嬉しい。普通にキュンとしたそう普通にキュンとしたしドキドキしたしちゃんとね分かるなんか本当にその世界観に入り込めたね。ちゃんと出演その場になってた。さすが女優で。やめてくださいやめてください。素晴らしい。こちらの女優で。ありがとうございます。さあこの後実はまだファイナルステージというものが用意されていましてですね終わってないので、ファイナルへ進める騎士は2人います。はい、ここでさらに2人の騎士が戦いを終えてしまうということにもなりますね。俺たち騎士が仲良く気づけば俺がちょっと芽生えちゃったんだよな。なんでだよ。それではファイナルステージへ進んでいただく2人の騎士を発表いたしたいと思います。ありがとうございます姫。誠心誠意これからも頑張らさせていただきます。今のおもろかったね。バルーンアートがこんな大出世。バルーンアートが大出世しちゃって。続いての騎士になります。やばいいやおめでとうございますということで2人はファイナルステージ進出決定です。はい、姫様こちらの騎士を選んだ理由は。いやーそうですねやっぱももなちゃんはもう安定でクオリティが高い、安定的に全てまあ、満点だったらそれに近しい点数を取ってくれる人でありました。ありがとうございました。でやっぱり稽古は私は本当に私は結構普通の人ではないのでその上を行く人、まあ、日々の刺激をくれるような騎士、おっ
スちゃうねん。やっぱそれをねちょっと刺激になってくれるような人がいればいいんじゃないかなっていうその安定騎士と刺激騎士ということで、まあちょっとね前回もすごく面白かったので稽古にさせていただきました。はい、選ばれた2人はモナ騎士どんな感じですか今？もうここにいざるを得ないというか、やっぱり姫の隣にはモーナ王子しかいないんですよ。もうこんなのはねピンって簡単に吹き飛ばしてやりたいと思います。素晴らしい。吹き飛ばされそうな恵子さんはどうですか？まあそんなモーナも包み込みつつ、負けんな負けんな。終わりはい終わりということで答えたいと思います。はい、まあちょっと選ばれなかった残念綾音騎士と鼓騎士は、何が原因だったと思いますか？まあそうですね、まあ稽古のような刺激が私に当たりなかったと思います。感極まっちゃってる。泣いちゃった。姫、また今度お会いしましょう。いやよかったよ。いや、君もよかった。ですけど綾音騎士も頑張ってたけどね。そうですね、やっぱカレーとナンを信じすぎた。そこはね。そういった部分があったかなっていうふうに思います。よかったけどね、ちょっと大丈夫そうですね。はい、なるほどということでお疲れ様でした。それではファイナルミッションへ参りましょう。お願いいたします。さあ、それではいよいよファイナルミッションです。ここまで勝ち残った2人の騎士が挑む最後のミッションはこちら、運命の花束ファイナルアピール。花束なんだ花咲道っぽいですけど、このミッションでは騎士がリノン姫をイメージした世界に一つだけの花束を作ります、そして完成した花束を持って姫へ最後のアピールをしていただきます。それではこちらで花束作りスタートです、ファイナルに進出できなかった私たち騎士は、まあ、姫の側近として見守っていきましょう、このねカーネーションですかね、姫をイメージしたやつだからね、可愛いね。そう、これはねちょっと使っていきたいなっていうことで、バラねいいですね。だってどこまでカラフルにするかだな、これが。なんかみんなで花冠作ったこともありました。うわ懐かしいあれ。あの時はなんかこう偽物の花、そう創作だったから造花を使ったけど、生きてるとまた違うね。ね、おー、なんか素敵だね。なんか色の数を少なくしてシンプルめにセレクト完了でございますね。2人ともね、なんかこう花の色を生かせるような色味がいいかな。うわー、でもちょっとなんか難しい。なんか髪が大きい。こうなるとめっちゃ覆っちゃう。あ、でも意外とこんなもんなのかな。これちょっと大きい紙、ちょっとでかい。めくっていけばいいのかな。なんか結構シンプル。なんかクレープみたいになってるけど、確かにクレープ屋さん。で最後リボンもやんなきゃいけないから、こんな感じかな。よし、オッケー。じゃあ2人とも完成しました。はい、出来上がりました。違う。それではいよいよファイナルアピールです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。2人の騎士にはリノン姫をイメージした花束を作っていただきました、これから順番に花束を見せながら姫への最後の思いを伝えていただきます。じゃあこれ順番はねどうする？あ、じゃあ先に。まずは僕から。じゃあ圭吾騎士お願いします。まずこの花を5本のピンクのバラを選びました。はい。意味は愛してるです。はい。好きになってくれてありがとう。まだなってない。まだなってない。ここまで。これからもずっと一緒にいたい。お願いします。ちょっと待った。いつも本当に伝えたい思いはたくさんあるんだけど、今日はこの花束にしました。この花束に詰まってる思いは、この真ん中のピンクの花はリノンそのものであり、
周りの白だったり紫のちょっと控えめなお花たちじゃないですか。これは花があってエネルギッシュでいつも周りを明るく照らしてくれるリノンですけれども、実はすごく気を使うし繊細だし、そんなところがいつも大好きで大好きで、心からあなたのことを尊敬しています。私を選んでください。愛してる。それでは決断の時です。果たしてリノン姫はどちらの騎士を選ぶのでしょうか。稽古の体勢すごいですけど、姫が花を受け取った騎士が最後の一人となります。では姫お願いしましたよ。はい、では受け取る。私が選んだのはおめでとうございます。でもね、おめでとうございます。まあリノン姫に選ばれたのは桃田騎士でしたということで、ありがとうございます。もうプリンスに昇格です。そうです、元の位置に戻ってきたというかまあ今回はお疲れ。姫王子君はに昇格です君ね。はあくまで側近だ。残念ながら選ばれなかった側近の恵子さんは席にお戻りいただいて、はい、お疲れ様です。はい姫、桃田騎士を選んだ理由は？やっぱりね、その花束の意味ってあるじゃない、その時にこのピンクが私でその周りをね、照らすというか、その花があって君がみたいな、もうその意味がちゃんと込められてるっていうのがすごく素晴らしかったのと、まあ、この稽古なんか花言葉はとか言われるのかなと思った。午後のバラの花言葉みたいなね、愛してるみたいな、調べてないんだみたいな。確かにな。みたいなね。ちょっと最後の最後で締めが上手だったんだよ。なるほど。残念ながら今回選ばれたのは恵子さんではなく桃田騎士でした。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうご無ざいます。事王子になりましたが、今の心境は？まあやっぱりこういうのは日々の思いの蓄積だと思うんですよ。ここに来るのは必然だったんです。やっぱ姫王子だからね。はい、あの時やっぱり姫王子と呼ばれたあの日から運命は決まっていました。もうリノン王はね、ちょっと鼓さんに取られましたけど、王子なので隣にいる。王子のタイトル。これからもよろしくお願いいたします。お願いいたします。光栄でございます、姫。末永く。そんな二人を見ている恵子はどのような心境でしょうか？首なくなっちゃったんだよな。足も。おじいちゃんになっちゃった。もうすべてを出し切りました。そう、それは素晴らしいよ。でもそれ完全燃焼はしたってことですそう、よね。決勝戦まで行ったんだから胸張りなさいよ。そうかっこいい。すごい。ここの誰よりも上だから。そう、それはそうだよ。はい、ということで姫桃田騎士に王冠をお願いします。一気に王子にかっけえお願いします。戴冠式。うわー、かっけえ。やっぱ王なんだよ。授かりました。やっぱ王なんだね。いやー、これはちょっともう勘弁してよ。勝てないね。それでは桃田騎士に姫を花咲く道へエスコートしていただきます。騎士団の皆さん、2人の門出を祝福しましょう。任せてください。潔くね。任せてください。ありがとうございます。未練なく潔く。一緒に戦ってくれてありがとう。共にね。では姫、参りましょう。これからも明るい未来を歩んでいきます。ごともさせていただきます。さあ皆さん、今回の企画いかがでしたかということで。めちゃくちゃで面白かった。濃かった。濃い時間でしたよ。本当に。マジ濃い。ね。こんなことがすごいなんかいろいろ混んでたんですよ。綺麗で。いやリノン姫、ちょっともっと知りたいなと思いました。もっと知っていこうと思いました。いや、それはもう大事大事。それは大事ですよ。知らなかった部分もいっぱいあった。学びがあった。学びだったね。いやもう最後似合いすぎててちょっともうそれはそう。でももう嫉妬もできないみたいなね。よかったよ。素敵だったよ。あ、こんなところに花が。本当だ。結構良かったし。鼓とかもね、リノン王をいただきました。そうですよ。リノン王っていうね称号いただけて本当に光栄なので、後でみんなでカレー食べような。お願いします。食べよう。ということで以上、ミーアでした。バイバイ。